リアルなトーマスたちに会える。本物の機関車に触れられる。静岡といえばこのハンバーグ。店舗限定新作メニューも。最後まで見てね。テレビで見ていた機関車トーマスに乗れる、会える、そんな夢みたいな駅が静岡にありました。子供も大人もテンション爆上げ。道民エキスプレス掛川をチェックアウトして新金谷駅へやってきました。宿泊の様子は1個前の動画見てね。駅の真ん前にコインパーキングがあるので車でも安心して来れます。ここ新金谷駅はなんとリアルな機関車トーマスに出会うことができる駅。もちろん切符を買えば乗ることも可能。トーマスの運賃は新金谷から家山、川根温泉、笹窓で往復6000円、片道3000円です。空きがあれば現地でも購入可能ですが、事前にネットで購入していくのがおすすめ。駅の中はレトロモダンでいい感じ。駅前ではトーマスフェアをやってます。多分常設だと思います。ここから奥は有料ゾーン。タイミングが合えば回転台を回るトーマスが見られるらしい。レトロな電車も通過します。大阪の南海で使われていた車両だよねこれ。こちらにはグッズと切符も買える大きな建物が。こんな感じで空席があれば当日購入も可能。ちなみに運行してるのがトーマスの日とパーシーの日があり、この日はパーシーの日。中にはグッズがたくさん。ここでしか手に入らないトーマスもあったり、ファンにはたまらない空間かも。本物も飾られていたり、しかも運転台に乗って触れることも可能。レトロで貴重な車両が展示されてます。子供がめっちゃ喜びそうな巨大プラレールもあります。これやばい。もうすぐパーシーが到着するとのことで入場券を買ってホームに入りました。レトロでめっちゃいい感じの駅舎。この信楽焼のタヌキはなぜここに。パーシーの前に出雲がホームに入ってきました。こちらも昭和のレトロ車両。こちら出雲の運転台渋すぎます。パーシーが来るはずでしたが、なんか違うのが来た。と思ったら、パーシーは引っ張ってもらって休憩中。こちらが会える機関車トーマス。本日はパーシー。これ生成 AI が作った動画じゃないですからね。リアルに実在するパーシーです。こんなにリアルな再現がされているなんてすごすぎる。子供が見たら間違いなく感動してくれるはず。お父さんトーマスとお友達だから今度会わせてあげるって子供に言えば間違いなく人気者に。運転席めっちゃすごくない？メカメカしくてかっこよすぎる。
客車の座席はこんな感じ。トーマスでデコってあります。想像をはるかに超えるリアルな再現感でめちゃくちゃ感激。正直トーマスとか興味ない大人でもこれはテンション上がる。バックもできちゃう。これは乗らなくても新金谷駅に見に来るだけでもめちゃくちゃ価値ありです。この子なら泣いて喜びます。ちなみに運行スケジュールとトーマスかパーシーか等の情報は公式ウェブサイトで確認できます。静岡に来たらここに寄らないわけにはいかない。誰もが知る静岡の名店爽やか。タイミングよくフェアの日でラッキー。スープにライスとジュースがセットについてきてお得な日。しかもこちらの店舗は新メニュー先行販売中。ガーリックライスとおつまみ牛ステーキが新メニュー。もちろん両方注文します。まずはスープが到着。こちらが新メニューのおつまみ牛ステーキ。もっと少なめかと思ってたけどファミレスのランチステーキくらいの量ありそう。濃厚なガーリックバターの風味がとてもいい匂い。げんこつハンバーグも到着。げんこつが 250g でおにぎりが 200g です。この焼き上げてもらうまでのビジュアルが本当に食欲そそります。黒い鉄板にピンク色のお肉、立ち上る白い湯気といい香り。この映像だけで白米食べられそう。最後にソースをかけて完成。ガーリックライスも到着しました。よくあるガーリックライスとは違ってライスの上にニンニクミンチみたいなのが乗ってます。いただきます。見てよこのうまそうな断面。憎しくてレア感の残る最高の焼き加減。このハンバーグは多分飲み物ですってくらいにスルスル胃袋に吸い込まれていきます。ちなみにこちらおつまみステーキ。ステーキという名前だけど肉の切り方は焼肉に近いかも。断面何回も見せちゃう。ガーリックライスも食べましょう。黒胡椒をかけて食べるのがおすすめみたい。適当にかけちゃいます。ぐちゃぐちゃに上に乗ってるニンニクミンチを混ぜるのが正解なのか、こうやって食べるのが正解なのか、そこまでは教えてくれませんでした。こちらも美味しい。だけどハンバーグにこの組み合わせは人によっては重いかも。僕も最後の方は普通のライスで良かったかもって思いました。ここのハンバーグがいつでも食べられる静岡県民が羨ましい。ごちそうさまでした。この時サングラスをこの席に忘れていったのですが、電話したら店員さんが探して見つけてくれました。次のお客さん座ってたけど床に落ちてるところを見つけていただき本当にありがとうございました。清水港の観光市場にやってきました。焼津の方が広いかな。最近リニューアルしたらしくめちゃくちゃ綺麗。清水は食品サンプル展示がすごいってトミックさんが言ってました。確かにサンプルすごい。全体的に焼津より1割から2割くらい高いかな。焼津と比べた感じ
全体的にとても綺麗。価格は焼津の方が平均安いイメージ。お店の活気は焼津の方がありますね。呼び込みも特になくスーパーみたい。焼津お魚センターに再びやってきました。テスラくんは充電しておきます。やはり個人的には清水よりこっちの方がなんか落ち着く。価格はやっぱり焼津の方が安いね。マグロの目玉が売ってる。昨日推しの強いおばちゃんがいたお店。この日は推しの強いお姉さん。3000円ほどで干物3種類ゲットしました。ありがとうお姉さん。昨日海鮮丼を食べたお店はもう閉まってました。歩いていてふと目に入ったこちらのお店。冷凍でお刺身の尺やたたきを売ってるんだけど、見つけてしまった美味しそうなマグロのたたき。しかも大きいのに1300円くらい。普通に安いのにさらにおまけしてくれて1100円に。後日食べたけど美味しかったです。たたき買ったお店はこちら。冷蔵庫を冷凍庫に設定変えて大阪まで持って帰ります。車にこれがあるとめちゃくちゃ便利。帰り道、テスラ乗りの聖地遠州森町に寄り道。ここには全世界6万台目と日本で600台目のアニバーサリースーパーチャージャーが2台も。こちらが600台目。アニバーサリーで折り鶴があしらわれてておしゃれ。こっちは6万台目でグレーボディ。こういうところでもちょっとした楽しみがあるのがさすがテスラって感じ。静岡編ここまでになります。ぜひ皆さん行ってみてください。チャンネル登録と高評価お願いします。コメントもたくさん書いてください。ハイプも忘れずにしてくださいね。最後までありがとう。次回の動画もお楽しみに。またね。